おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、デッサン、鉛筆デッサンということで、初心者誰でも描けるかなという動画にしております。こういう技法もあるんやなとか、こういう画材もあるんやなということで、皆様に、楽しんで見てもらえたらなということで、逆光の女性を描いてみたという動画でございます。今、おじさん実際今逆光気味にライトを設定しておりますけど、こんな感じで、ライティングをしてみて、人物を描いてみるっていうのはどうでしょうか。じゃあ見てください。それでは解説をしていこうと思います。まず当たりといってですね、形、この辺りかな、この辺りから目とかね、鼻とか顎とか口とか大事なところ当たりといって、まず点でいいです。点から広げていってください。点点点という感じで広げながら、それをつないでいって線にするという形に、していってください。モデルさんはこれ学生さんですね。逆光気味に、写真を撮ってみて、こういう写真撮るのも難しいと思うんですけど、例えばスマートフォンとかだったら顔真っ暗になったり、明るくなったりするかもしれませんけども、ちょっとこう光の補正みたいなの多分できると思うんですよ。ちょっとこう長押しとかして、長押し真ん中あたりになんかこう明るくとかできるこう機能あったりしますので、これはデジカメで撮ってますけども、そういう風に光の補正なんかしてみてください。そして点がで 2B ぐらいですね、そういった鉛筆を使いながら描いていっております。それでこれ、ですね、ニードルみたいなもので、引っかいていってます。髪の毛とかのところとかを引っかいていったり、これはセーターですかね、のところの柄みたいなの引っかいていってます。これね、ニードルあんまりこうとんがりすぎててもダメなんですよ。で、これね、質問で売ってないですとか質問を受けて、コンパスがもしかしていいかもしれないです。コンパス。そうか。コンパスなら紙を傷めないけども、傷めないっていうか、こう、引っかきすぎない。多分コンパスはできんちゃうかなと思いますので、100円ショップなど、安ければ安い方がいいような気がするんですね。だからこういう、ちょっと代用品みたいなのは、例えば僕の場合は、出なくなった、もう完全に出なくなったボールペンの先端とかを使うこともありますし、いろいろ代用品ってあるんですね。だからちょっとこう考えてみたりすると、こんなんも使えるかもしらんぞとかっていうことを、要は脳活ですよ、脳活ね。で、顔の部分というのはちょっと当たりと言って、こことこことここと書いておいたら、これとこれをつないだら、なんか顔に見えるなと自分でわかる範囲ぐらいにしておく。そして鉛筆の腹を使って、腹ですね。2B ぐらいでこれまだ書いていってるかな。4B ぐらいになったかもしれませんが、ある程度 B 系でまず書いていきます。逆光ですね。で、今回のポイントというのは、人の肌、髪の毛、セーター、それぞれの質感と、それぞれの固有色、逆光には見えるけども、ちゃんと固有色というものが表せれるかなということですね。よくあるのは顔とかも真っ黒になりすぎてしまう。でも、明るすぎてもちょっとということで、その微妙なラインをどこかなというのを探していくわけですね。そして髪の毛とかも、要はニードルで引っかいたところっていうのは今あんまり見えにくいんですけども、明るく見える。そしてティッシュでいきました。もう大胆にちょっと行ってみましょうかね、私なんかは。ちょっとはみ出してもいいやぐらいの気分で私なんかは行ってみて、これは動画上ですね、これぐらい汚くはみ出してみても、ちゃんとこう外側から形を描いてあげたりすればとか、形出てきますよとか、こうしっとりしたベースをちょっと作って逆光感をまず出しておいて、また鉛筆の腹を使いながら、描いていっております。そして、また当たりみたいなのを取り直しながら、当たりもう一回取り直そうと、どこ行ったかわからんようになったぞという時はもう一回取り直せばいいだけの話なので、あまり慎重になりすぎずにちょっと思い切って、勇気を出してみてもいいんじゃないかなと思います。鉛筆デッサンはこすってはいけないとかっていう先生もおられるかもしれないですけど、選ぶのは皆様だと思いますので、私なんかは結構積極的にこすって、でも最終的にはあんまりこすりすぎないというか、ずっとこすりすぎてしまうとちょっと汚くなることもありますので、あんまりこう気にせずに私なんかはこすっていったりします。もう皆様が選ばれるわけですよ。もうどれが好きなんか、どれがこういうの書きたいかとかっていうことね。で、なんか挑戦してみることもいいことだと思うんですね。やってみたら、なんでこうなったんかな、鉛筆の腹を使ってってますね。鉛筆の腹を使いながら、まだこれ柔らかい鉛筆ですかね、まだ 4B ぐらいかなというふうに思います。
シャカ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 書いていってます。ライブ配信とかでも似たようなデッサンを書いていますので、そういうのも参考にしてもらえたらすごく助かるかなというふうに思います。また当たりをもう一回取り直しました。形がなくなってきたらまたやってみようと。そして今稜線と呼ばれるですね、影の中ですけども形というのはちゃんとあるわけですね。人間の頬骨があってとか、そしてまたこすります。なんか鉛筆のタッチとは逆の方向にこすったりもします。わかります？右斜め上から左斜め下に下がっていく。これは右利きの人あるあるの線なんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは逆の線なんですよ。で、こういう風にこう違う方向。そしてこれは擦筆という。これもなんかこう本当売ってるわけですから使ってはいけないっていうわけじゃなくて、やっぱり使ってみたらいいと思うんですね。こう細かい部分をこすってみようと思った時はこういう画材っていうのはすごく便利ですので、これでちょっとこうしっとりした人の肌の質感みたいなものを表せますし、ちょっとこう僕なんかこするというよりこれで書くって感覚。ただ鉛筆で、こうわーっと塗ってこすった、ティッシュでこすったっていうだけじゃなくて、それでこれで微妙なこう方向性とかをちょっとずつ変えたりしながら書くという感覚を持っているんですね。これでほんとほっぺたの微妙なところで、このぐらいの肌に対してじゃあどれぐらいまで髪の毛暗く持っていこうかなと、そして白い服はどのぐらいかなと、その大きな3つの色の違いみたいなのは常に意識しながらこれ描いていってます。もうこれ3回目ぐらいですか、髪の毛を描いて、そして外側の顎の下なんかは向こう側に見える髪の毛、こういうところちょっと慎重になっていってます。ティッシュでこすってみたりとかですね、したりとかして、ティッシュでこの辺の奥の肩とかはどれくらいかな、そしてまだまだ髪の毛をしっとりさそうということでだいぶこすってます。3回目のこすりかな。顔の部分も少しざらついてるからもうちょっとこすっとこうかな、柔らかくこすろうかなとか、これはかなり濃いステッドラーの濃い鉛筆みたいなやつで書いていってます。そして消しゴムでこれ消しに行きますよ。外側からググググググ、硬い消しゴムです。モノとかそんなやつですよ。皆さん一般的に使うような普通の硬い消しゴムとかで外側から、エッジが弱かったらカッターとかでグッと切ってですね、使ったりしてます。ググ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 、外側からグググ、そうすると向こうから光が入ってきたような感覚に見えてきますよね。この右側とかっていうのは案外こう手とかで汚れやすいので、手で汚さないようにっていうことはすごい大事かもしれません。ですね、手って油がありますよね。僕なんかもこうおじさんですので油ぎっしゅではないんで、僕は乾燥肌なんですけども、その油分と鉛筆が反応して、汚いなんか思いもよらないようなですね、なんかこうシミみたいなのとかつくんですよ。だからこれ僕は透明のこれはワンチン代わりに、してます。木とかも使ったり、あとは紙とかを引いたりもします。ティッシュでまたこすりました。何回目 ?4 回目ぐらい、何回こすりはんのこの人って感じかもしれませんよね。なんかこうね、こすられすぎたネタみたいな感じかもしれませんけども、そしてこれなんか消しゴム買いました。いくらやったかな、なんかアマゾンさんでジャングールさんで買いましたけども、ペン状になってるモノさんが出してる、消しゴムでした。消しゴムがこんなん売ってはんねやと思って、こういうのもちょっと買って Amazon さんで買ってみました。これ結構便利かなと思いますので、もし練り消しは今のところあんま使ってないですけどね、練り消しってどっちかというと柔らかく微妙にというと変やな、細かく消すのはなんか硬い消しゴムとか今みたいなスティック状のもの、一歩全体にちょこっと明るくしようかなとかっていう時は練り消しみたいなもの、これもやっぱ硬い消しゴム、右下には一応練り消し映ってるでしょ。でこういうのも使いながらやっぱり用途をこう変えてですね、木炭デッサンの場合はティッシュは、食パンとかの柔らかい部分で、消したりする。それの代わりとしては練り消しかなと。そしてこの羽ぼうき、これ案外こう買ったんですね。これもジャングルさんで通販で買ったんですけど、これやっぱデッサン描くときいいですね。僕高校生以来です。高校2年生の時買ってね、もう大学生になってもう使ってなかったんで、もうなくなりましたけど、久しぶりに買ったらやっぱこれ手の油分がつかないから、ティッシュとかでファッとやるとやっぱりこう擦られてしまうというかですね、鉛筆の粉が。でも今の羽ぼうきっていうやつですかね、あれいいですよ。僕はおすすめかなと思いました。そしてこのもののなんかこう硬い消しゴムも案外おすすめかなと思いました。そしてググググと集中力を持って目のとこを描いていってます。ググググググ。最後の方ちょっと顔のアップを見せますので、
顔のアップの描き込みみたいなものも見せますので、ちょっと最後の方までお付き合いいただければ嬉しいです。そして、ハイライトとかを硬い消しゴムで描いていって、このぐらいの目の濃さに対して、これね、今ちゃんとね、向こうに向こうから光が入っているところとか、そしてこれ練り消しですね。ようやくちょこっと明るくしようかなぐらいの時に、練り消しで、そしてもっと濃い鉛筆 4B か、これ濃いステッドラーの濃い鉛筆の 4B ぐらいみたいなんで、もっと濃くしてやろうと。どこまで行くんだおじさんはという感じでぐぐと暗くしていっております。そして硬い鉛筆をちょっと使い出してます。これは 2H とかですかね、ぐらいで多分書いていってます。微妙なところとかっていうのはちょっと硬い鉛筆をようやく H 系を使い出したかなという感じですね。そしてこれピアスのところ頑張ってピュピュッとしましたもんね。左の髪の毛のところからのもう木漏れ日的なものも実は書いていったんですけど、そこのところすみません、動画カットしてしまいまして、そういうところもさっきのモノさんの鉛筆を使いながら髪の毛と髪の毛の隙間から見える眉毛描いてみたり、唇描いてみたり、ちょっと鉛筆の芯を尖らしながら描いていきます。前半の方は腹を使いながら、腹を使って描くということは髪の目の上に乗っかるような感じ。一方鉛筆を立てて描くと髪の目の中に入る感覚、わかります？ということは立てて描くと消えにくいんですね。で、寝かせて描くと消えやすい。これ意味わかりますかね？物理的な話ですよ。わかります？だから前半っていうのはちょっと形が動いたりとか、色をもうちょっと消したり描いたりとかちょっとしていくので、で後半の方になってくるとちょっとディティールとかを描くと立ててくるという、なんかその辺の使い分けみたいなのをしていくと、後半の方はやっぱ鉛筆立てて描いていくことが多くなっていきますので、ちょっとそういうこと、なんや、そういう意味なんやっていうことを分かってもらって、今ここ完全に立ててますもんね。で、立てて書いたり、寝かせて書いたりとかしながら、デテイルを今書いていっております。デテイルをね、この辺すごく慎重に、もう一発で決まるんやったら一発で決まった方がラッキーっていう感じなんで、僕はあんまり無駄なことはしたくないタイプなんで、でもこれだけ動画を作ってるということは、相当いろんな無駄なことをして、研究ばかりしていくタイプなんですね。いろんなことを気になったことすぐやってしまう。もう病気ですね、皆さんね。病気も気になったことは一応やってみて、こうなんだ、ああなんだというね、こういう先生とか言われるような職業について、あんま僕自分で先生とも思ってないので、やっぱりずっと学生と一緒に研究していくタイプですね。ということで、髪の毛をどれぐらいまでもっともっと黒くしたいぞということで、また物のこの消しゴムで鼻の下の反射光、今度は達筆で目の下のところを少し描いていってるぞ、髪の毛のこれは影かなみたいな、お化粧かなみたいな、目ん玉の黒目また描いてるぞ、ちょっと柔らかい鉛筆も使ってるぞとか、どうですか、面白くないですか？少しずついろんな方法を使っているの分かりますか？ググググーと今集中的に描いている瞬間もあれば、練り消しで少し明るくしていくような瞬間もあれば、鉛筆を立てて調子をつけるような瞬間もあれば、硬い消しゴムでググググと白で描くというような感覚で描いている時もある。鉛筆デッサンっていうのもこれぐらいいろんなことができるんですね。だから皆様も作品として、成り立つデッサンみたいなもの、今これね、左の方の反射光いつの間にか描いていて、今達筆で描いてみたり、まだまだ黒くしたいぜっていうことで、描いていったりとかしています。これで一回ちょっと録画を止めようかなと思います。で、鉛筆の腹でまた書いていって濃くしていってますね。これはこするので、鉛筆の腹で書いていってます。すみません。現在8時ちょうどなんですが、8時15分に、恐竜を保育園に、送っていくことが私の仕事なので、下の方から騒がしい、行きたくないというわめき声かなと思ったら、全然違ったそうで、すごくテンションが高く叫んでいたそうです。そんな声も音も入っていくのが私の YouTube でございます。疲れた。微妙な調子を書いていってますね。わかりますか？で、これぐらいでも十分逆光に見えますよね。だから、写真通り真っ暗にするかどうかというのは微妙なところで、写真を上手に写すという必要は僕は本当ないと思っていて、自分の中で絵ですから、例えば、
写真を合わせてどうですか？写真のようにうまく描けましたよという展覧会ってないと思うんですよね。やっぱり絵だけで、展覧会っていうのはね、出しますよね。だから自分の中でその辺が微妙などっちやろこっちやろかとかっていうことが、美意識みたいなものとかっていうので、やっぱりですね、判断をするということが大事なわけですよ。難しいですね。何言うとんねんこのおじさんって感じでしょ。で、髪の毛もさあどこまで黒くしていこうかなっていうことで、写真の通り描くとなったら相当黒くしなきゃいけないんですけども、ね、そこまで持っていくか否かみたいなことで、これ初めにニードルみたいなもので引っかいておいたの、これ微妙に実は見えてるんですけども、なかなか動画上見えにくいかもしれません。後で見てみて、完成とかのアップとか見ると、残ってるわーっていう感じが見えてくるんではないかなというふうに思います。このステドラさんの濃い鉛筆、本当に全部が鉛の色が非常に濃いですね。なんかね、こういったものも使いながらですね、いろんなもう本当に画材あります。今回は鉛筆だけということでやってますので、鉛筆だけで本当に誰でも中学生でも高校生でも幼稚園児でも小学生でも、80歳でも90歳でもちょっと画材があれば描けるんですね。楽しいでしょ。ゴシ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 とこの写真、この人の写真はもしかしてコミュニティ欄の方に載せておけるかもしれません。本人のちょっと、了解を得て、載せていいですかって言って、優しい子たちなんでいいですよと、やっぱりですね、私が考えているというか思っているのはね、皆様に高度な教育をという SDGs みたいなものにまさか私のやってることが引っかかっているとはっていうことで、テレビ局さんにも取材を受けたんですけどもね、なんかやっぱりなかなか外とかに出れない人とか身体障害者の方もおられるかもしれませんしね、基礎疾患をお持ちの方とかもおられるかもしれません。介護とかでなかなか外に出れない、でも絵描く時間は1日1時間ほどはあるの、でも外にはなかなか出にくいわとかっていう方もいるかもしれませんもんね。でも人物描きたいけどなんかね、芸能人とかの写真とか描いて、そういうのばっかりやったら面白くないからねっていう感じで、もしかしてそういうコミュニティ欄の方に載せれるかもしれません。ちょっと許可だけは得ないといけませんけども、こっちの動画に載せていいっていうことはいいかなと思っているんですけどね。さあ、鉛筆の種類コロコロ変わってるでしょ。今 F ぐらいかなと思います。暗い色の中の微妙な調子みたいなのを描いていっていたりとかですね、顎の下のラインとかを描いていったりとか、最後の方はちょっとアップで、少しお見せできるかなと思いながら少しアップにして、お見せしていきますので、最後までお付き合いいただければと思います。で、微妙にシャカ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 ってね、いう感じで描いていってます。なんかね、写真の方が全然でもチャーミングかもしれないですね。もうちょっと頑張ればよかったですね。なかなかその辺が難しいなというふうに思います。例えばこれなんかが10年後この動画が残っていて、この学生さんが今22歳から32歳ぐらいになってね、もし結婚でもしてお子さんでもいて、私の若い頃見てとかってね、動画に残ってたら面白いなと思ってこういうのやったりするんですよ。面白いですよね。突然ね、やっぱり恥ずかしいので削除してくださいって言われるかもしれません。その時は消えますけどね。で、微妙なこの辺はやっぱり稜線とかね、向こうからやっぱ鼻のところとか目とか光がバチバチバチと当たったり影になったりとかってしてるところっていうのはやっぱり激しくなってきて、います。で、髪の毛もうちょっとこの辺明るいかなっていうところをちょっと練り消して大きく描くときは大きく明るくですね。ちょっとでもこれやったら明るすぎんな、あかんっていう感じで、もう一回ちょっと鉛筆でちょっと薄く塗っておいて、どのくらいかなっていうこの本当にバランスですね。難しいのはバランスですね。ちょっとティッシュでこすってこの辺もググググ消しゴムで、ぐーっと明るい色、向こうから入ってくる光みたいなのを白で描いていくということをしております。すいません、全然今日は関係ない話とかね、チビが下で騒いでると思ったら歯磨きを楽しそうにやっていたというだけだったというね、ことですね。この消しゴムでちょっと描いていく、白いところを描いていく、描くんだという感じですね。こういうところも奥からキラッと光ってる光とかを消しゴムで描いていくということをしていっております。ね、面白いでしょ。
こういうとこなんかぐっと向こうから光入ってますよとか、そして微妙にこういうところ本当に書いてるか書いてないか見ててもなかなかわからないでしょ。そういう仕事を繰り返していくんですね。それでもうちょっとじゃあここの白いシャツやけどもどれぐらいまで暗く持っていけるかな、どれぐらいまでしたらいいかなとかっていう微調整をしていってるんですね。この辺ニードルとかで引っかいているので、そういう凹凸みたいなものも少し見えてきたりとか、出ているをまた書いていきながら、ちょっとずつ似てきたかなとか、なかなか似やんなとか似ひんなとかっていう、似やんっていうんですね。似ないっていうことです。関西弁が出てしまいました。なんかテレビのインタビューとか受けると変な標準語になってたりするんで面白いですよね。あれようわからないんですけどね。学生の前やとなんか変な標準語になってるんですけど、こうやって一人朗読みたいなことをしてると関西弁になるというね、謎ですよね。変なもんですね。どうですか皆さん、うとうとしてきましたか？私のぜひ動画をですね、なんですっけ、もう子守歌じゃなくて寝落ちラジオです。僕の目指しているジャンルというのは寝落ちラジオというジャンルを目指しておりますので、徐々に眠くなってくるね、おじさんの腕なんか見ながら眠くはなりませんか？ちょっとずつこういう暗いところと影と髪の毛と影と微妙にでもやっぱり色がちょっと違ったり質が違ったりとかっていうことを書きながら、髪の毛とかも書きながら、この辺の暗い中の微妙な調子どこまで持っていけるかななんていうことでこちょこちょ書きながら、そういうふうに少しずつ密度が上がってきております。こういうところとかもね、なんか鉛筆の腹を描きながら、そして最後ちょっと手の下のところにポコッとしてるでしょ。これね、上にスマホをセットして書くんですけど、ポコッと落ちてしまいました。っていう感じですね。なかなか売り物にならないものになってしまったんで、なんかのプレゼントになるのかなという気がしますけど、ポコッと落ちてしまいました。さあ最後ディティールを描いていってます。髪の毛描いたり、髪の毛の周り描いたり、鼻描いたり、鼻の下の掛け描いたり、本当にそういう微妙なところをちまちまと書いていって、少しずつ複雑にしながらですね、書いてるか書いてないか、こういうのを鉛筆をしっかり尖らせながら少し暗い色ググと押し込むように書いてみて、これやってみると少しニードルの線がチラチラと見えてるの分かりますかね。タートルのところはすごい分かりやすいかもしれませんけど、髪の毛のとこもやっぱ暗い中なんで、あんまり目立つようにだいぶこすり込んでるからへこんでる中にも入ってはいってるんですけど、それでもなんとなく線が見えてくるの分かります？なんかそういったところもなんか表情豊かにするためには面白いかもしれませんし、こういうところも本当に微妙に鉛筆を最後の方は立てながらカリカリ F ぐらいの鉛筆か 2H ぐらいの鉛筆か、そのあたりの鉛筆とかを使いながら最後ディティールを詰めながら、どのぐらいまで影は暗くしようかなとか、書き込みはどうしようかな、鼻もう少しだけ高くしようかなとか、本当そんな1ミリ2ミリの世界をやってます。今ちょっと高くなったの分かりました。1ミリぐらい高くしました。ギュッとね、本当に微妙なことやってるでしょう。もうそれだけでもちょっと印象変わるんですよ。で、人間ってすごくそういうところが面白いから僕なんか書くんでしょうね。なんか本当にちょっとしたことですごく変わる。コマンド Z して戻れる世界じゃないので、その緊張感みたいなのも面白いわけですね。人間の手だけでやっているっていうね、iPad とかでも絵描いてますけど、こうやって戻れるんやとかね、こともこの段階で保存しとこうかなとか、途中段階で違う方向にも行けたりしますけど、なかなか絵っていうのはね、そういうことできない部分とかあって、絵っていうかこういうね、実際の絵の具やら鉛筆やら何やら使ってやるとできないというところもありますけどね。という感じで、完成していきました。すみません。今日はなんか脱線というか、家庭事情がいろいろ混ざり合った放送となりました。ご視聴ありがとうございました。以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。こちらのデッサンですね。鉛筆デッサンですけども、鉛筆だけで、こういう風に微妙な調子とか、逆光の中とか、質感とか、結構楽しんで描けますので、皆さんもぜひ鉛筆デッサンというのを挑戦してみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ではでは。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。